皆さんこんにちは、アンリです。今日は NTT が国内データセンターの容量を3倍超に拡張し1ギガワット超を目指す IOWN を発表した話を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。2026年4月27日、日本の AI インフラの未来を決める発表がありました。 NTT グループ4社が AI ネイティブ基盤 IOWN を正式発表したのです。発表の中心は国内データセンターの IT 電力容量を現状の約300メガワットから2033年度に1ギガワット超へと3倍以上に拡張する計画です。グローバルではなんと2兆円規模の投資を行うと島田明社長が自ら表明しました。1ギガワットという数字は原子力発電所の標準的な1基分に相当します。これを単独企業が国内データセンター向けに確保するというのは日本の AI 業界では前代未聞の規模です。背景にあるのはチャット GPT やクロードなどの生成 AI がビジネスの主役になり、推論処理の電力需要が爆発的に増えていることです。今回の発表で日本国内のどこに何メガワットの新設データセンターが建つのか、その地図がはっきり見えてきました。それではなぜ今 NTT がここまで大きな投資を打ち出したのか、 IOWN とは具体的に何を意味するのか、そして私たちの AI 利用や日本経済にどんな影響があるのかを整理してお伝えします。まず IOWN とは AI 時代に最適化された全国規模のネットワーク基盤という意味合いを持っています。これまで NTT は IOWN という光技術中心の次世代通信構想を打ち出していましたが、今回はそれを完全に AI ワークロード向けに進化させた新ブランドとして展開します。NTT グループ4社、つまり NTT ドコモ、NTT コミュニケーションズ、NTT データ、そして NTT の本体が連携し AI 推論に最適化された GPU、ネットワーク、電力の3つを統合的に提供するという構想です。発表の中で最も具体的だったのがデータセンター電力容量の数値目標です。現状約300メガワットの国内 IT 電力容量を2013年度には1ギガワット、つまり1000メガワット超へと3倍以上に拡張します。新設拠点として栃木県には約100メガワット級の拠点を2019年に完成させ、千葉県の印西白井エリアには国内最大級となる約250メガワット級のキャンパスを整備します。東京品川エリアでは液冷方式を採用し、福岡では海底ケーブルに直結したデータセンターを建設します。冷却方式や立地一つをとってもAI 推論の電力密度が高まる時代を見越した設計です。グローバル全体ではなんと2兆円規模の投資を行うと表明しました。日本円で2兆円という金額はトヨタ自動車が1年間に研究開発に使う額に匹敵します。データセンター一つの建設に数百億円かかる時代に複数拠点を同時並行で建てる体力を持つのは国内では NTT グループ以外ほぼ存在しません。同時に AI サービス事業者であるオープン AI やアンソロピック、国産の魚 AI や富士通の高値などがこの NTT の新インフラを使ってサービスを動かす将来像が見え始めています。NTT の動きは富士通、NEC、NTT データといった SIR の設備計画にも直接影響します。報道によれば NTT データ、富士通、日本マイクロソフトの3社はデータセンター向けの新種冷却技術を共同で検証中です。新世冷却とはサーバーを丸ごと特殊な液体に沈めて冷やす方式で空冷より10倍以上の熱をさばけるとされる次世代冷却技術です。さらに富士通は AI 専用半導体、いわゆる NPU を独自開発しラピダスに製造を委託する計画も並行して進めています。 NTT がインフラを、富士通や NEC が半導体やソフトウェアをそれぞれ国産で揃えていく流れがようやく見えてきました。ただし見落としてはいけないのが4月29日の市場の動きです。
日経平均株価は前日4月28日に終値ベースで史上初の6万円台に到達したばかりだったにもかかわらず、29日には59,917円まで反落しました。アドバンテストが決算ガイダンスでミスして5、6%、ルネサスは 6.8%、ソフトバンクグループは 9.86% の大幅下落です。背景には米国のウォール・ストリート・ジャーナルが報じたオープン AI のユーザー数売上ミス報道があり、市場で AI バブルの持続性そのものが疑問視され始めました。 NTT の2兆円投資宣言はこうした AI バブル懸念と真っ向勝負する形のメッセージとして読み解けます。ここから私たちが今日からできるアクションを3つ挙げます。1つ目は NTT 関連の銘柄をウォッチリストに加えることです。日本電信電話銘柄コード9432の株価動向をウォッチリストに加えてみてください。 AI インフラ投資2兆円という規模感は今後の業績ガイダンスや発注先への波及効果が大きく、関連銘柄として千葉県印西エリアの不動産、栃木県小山市周辺の不動産、さらにデータセンター冷却技術の村田製作所 TDK なども関連で動く可能性が高いです。2つ目は自社のクラウドサービス選択を見直すことです。法人で生成 AI を使っている方はマイクロソフト Azure や Amazon Web サービス、Google クラウド以外に日本国内の NTT コミュニケーションズが提供するクラウドサービスも選択肢として再検討してみてください。データ試験、つまり日本国内にデータを置くことが法的に求められる業種、例えば金融、医療、政府関連では NTT の ION 基盤は大きな安心材料になります。3つ目は電力需要の視点から日本経済を読み直すことです。 AI インフラ投資は結局のところ電力消費の増加と直結します。日本国内の IT 電力消費が2030年代に大幅に増えるということは、東京電力、関西電力、九州電力といった電力会社の収益構造にも長期的な影響を及ぼします。 AI ニュースをモデル、サービスだけで読むのではなく、電力、冷却、立地というインフラ視点でも追っていくと、数年先の景色が大きく違って見えてきます。今日の3つのまとめです。1つ目、NTT グループ4社が4月27日に ION を発表し、2033年度に国内データセンター容量を300メガワットから1ギガワット超へと3倍以上に拡張する計画を打ち出しました。2つ目、グローバル投資額は2兆円。国内では栃木100メガワット、千葉250メガワット、品川駅例、福岡海底直結という具体的な拠点計画です。3つ目、日経平均6万円割れ、AI 半導体総崩れの逆風の中で NTT が日本の AI インフラ試験を打ち出した構造を理解しておくと、今後の AI 関連株や電力銘柄の動きが読み解きやすくなります。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で